蜂による病気の伝播とその対策。イントロダクション。日本の春から夏にかけて活発に活動する蜂。その存在は生態系にとって重要であり、植物の受粉を助けるなどの役割を果たしています。しかし、その一方で、蜂は病気の伝播源ともなることがあります。なぜ蜂が病気を伝播するのか、それがどのような影響をもたらすのか、そしてそれにどう対処すべきなのか、ここで弾んだもんと四国メタンが詳しく語り合います。蜂による病気の伝播。蜂は病気を広めるって本当なのだ。蜂は花から花へと移動する際に花粉だけじゃなくて、病原体も運んでしまうことがあるの。これは蜂が花の蜜を吸いに行って、その過程で花についていた病原体を別の花へと運んでしまうことから起こるの。花の蜜を求めて移動する蜂の姿は、まるで病気を運ぶための配達人のようね。病気の具体例。それってどんな病気なのだ？例えば、アメリカでは蜂がウェストナイル熱を伝播するとされているわね。ウェストナイル熱は蚊が主な媒介者だけど、蜂もこの病気を運ぶことがあるの。日本ではまだ確認されていないけど、世界がグローバル化する中で、病気が国境を越えて広がる可能性もあるから、注意が必要ね。私たちが安心して暮らせるように、常に情報をチェックして、新たな情報が入ったらすぐに対策を立てることが大切よ。対策方法。それは怖いのだ。どうしたら防げるのだ？まずは蜂が寄り付きやすい場所を避けることが大切よ。例えば、花の多い場所や甘い飲み物が置いてある場所、ゴミ箱などは蜂が集まりやすいから注意が必要ね。それから、もし蜂に刺されたらすぐに医療機関に連絡することね。蜂に刺された場所が腫れて痛む場合や、全身に発疹が出る、息苦しさや意識障害がある場合とかは、病気を伝播している可能性があるから、すぐに医療機関に連絡することが大切よ。まとめ。蜂は病気を伝播する可能性があり、それが人間に影響を及ぼすこともあります。しかし、適切な対策によりそのリスクは最小限に抑えられます。蜂による病気の伝播についての理解と対策を通じて、私たちは自然と人間の共生を追求し続けるべきです。自然界と人間が共存するためには、互いの存在を尊重し、理解し合うことが重要です。蜂が病気を運ぶメカニズムを理解することで、私たちは自然との共生を図る上での知識を深め、より良い生活環境を作ることができます。私たちが自然と共存するためには、自然が私たちにどのような影響を与えるかを理解し、それにどう対応すべきかを考えることが必要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。